どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この部屋、ルームツアーとかでも紹介していますが、ここ12畳のワンルームで狭いわけではないんですけども、ここにね、結構長いこと住んでいるんで、物も増えてしまったり、あと植物がめちゃめちゃ増えてしまったので、さすがにね、手狭になってきました。なので、もっと広いところに住みたいなとは思っていまして、で、ここは賃貸なんですけど、今年が更新の年だったんで、このタイミングで引っ越しとかも考えていたんですよね。物件情報を見たり、不動産屋さんに相談したりもしたんですが、なかなかいい物件が見つからなくて、というのもこの物件で良すぎなんですよね。立地もいいし、このね、こたつとも一緒に住めるし、部屋に求める条件をほとんど満たしているし、あとね、下に大家さん住んでるんですけど、大家さんもね、結構仲良しになってしまっていたりもするので、なんかね、ここを出るっていうのが結構ずっと躊躇をしていて、どうにかスペースだけ広げられないかなと思っていたところ、この近くにいい物件が見つかったので、そこを借りることにしました。ちょっと今からそちら行ってみたいと思います。はい、こちらです。今住んでいる部屋の隣の部屋が空いたので、こちらをセカンドハウスとして借りました。ドアトゥードアで1秒ですね。こちらがリビングスペースで約 6.4 畳ありまして、でそちらにキッチンがあって、キッチンが 1.5 畳ぐらいかな。こんな感じで、この部屋はそこまで広くはないんですけども、この隣の部屋と合わせれば、ね、かなり拡張したことになります。家賃総額とかその他諸々の条件をクリアしていて、2部屋合わせたぐらいのこの広さの物件ってまあ見つからないんですよ。もし仮にいい物件が見つかっても、引っ越しとかの手間とかも本当面倒くさいですし、住所の変更のし直しとかでも果てしないので、引っ越さないで同床できるっていうのが理想なんですよね。隣の部屋との行き来に1回ドアを開けて行き来しなきゃいけないとかね、そういった面倒くささはもちろんあるんですけども、それを差し引いても有り余るメリットしか感じなかったので、こちらを借りました。でこの部屋はデスクを置いて書斎のような使い方をしたいのと、あとね、植物本当に溢れてきてしまっているので、植物の一部をここに移して育成する場所としても使おうかなと思っていて、あとはね、 YouTube の撮影とか広々したスペースを使いたい撮影とかにはこちらを使おうかなと思っています。なので基本的には今までのメインの部屋で暮らします。そうするとね、この部屋についているバストイレとかはもう物置として使えちゃいますし、大きな荷物とかも一時的にこちらに置いてとかもできるので、今まで過ごしていたお隣の部屋がね、よりすっきりさせられそうなんですよね。あとこちらの部屋にも南向きのベランダがあるので、ベランダでもね、植物の一部を育てることができそうです。いや、自分でもね、まさか隣の部屋を借りることになるとはね、思いませんでした。そんなわけで、今からここに家具を置いていこうと思います。床だけもフロアタイルを引いてるんですけど、これめちゃめちゃいい感じに貼れてると思いませんか？コンクリート調の床を貼ったんですけども、貼るというかね、置いただけなんですけど、このフロアタイルすごい使いやすかったんで、こちらはね、また別の動画で紹介しようと思います。で、家具なんですけど、今こんな感じでキッチンに積み上がってしまっているので、今からこちらを組み立てて配置していきます。では、この部屋に一気に家具を置いていこうと思います。
はい、だいたい家具の組み立てが終わりました。デスクもね、搬入したかったんですけど、ちょっとね、力尽きました。また後日搬入したいと思います。はい、そういったわけで今日は新しく借りたこちらのセカンドハウスの紹介をさせていただきました。またね、家具が揃って整ってきたらルームツアーなんかもやってみようと思ってますので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。今日の動画が面白かった、良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。